どうも、サックスタ赤いエンドーサーの横地龍です。今回は僕が所有しているアメリカンセルマーマーク6 14万番台の楽器紹介です。この楽器はガーネット・クローのライブツアーライブスコープ2008 Are You Ready to Rock On や2013年のテレビドラマ科捜研の女の主題歌ディーンのもう泣かないでのレコーディングでも使用した楽器でデビッド・サンボンが愛用していることでも有名なアメリカンセルマーの14万番台です。今回は個人的な備忘録の要素があり少しマニアックな視点が多いですが僕のセッティングも含め細かく見ていきましょう。まずマウスピースですがこの14万番台には普段使っているウッドストーンの AM1 ではなくマイアミ・フロリダの刻印が入っているボビー・ディゴフの D8 とオリジナルのハリソン・ハーツ AD2 のリガチャーにバンドレンの V163 半のリードを使用しています。ちなみにこのマウスピースは D のレコーディングで使った個体でこれ以外にもガーネット・クローのライブツアーで使った D8 ともう一本 D8 を楽器ケースに入れてありどれも僕がリフェイスしています。アメセルは音抜け向上の目的からオクターブキーのベンドチューブの穴を振らせるより大きくしたりリードパイプの内径を広げてある個体も多いことから通常ネックコルクは振らせるよりも長めですが僕は現行と同じ長さで調整してもらってます。雑学ですがオクターブキーの台座形状は後期でも大きく変わります。そしてネックスクリューとライヤースクリューは所有している13万番台の楽器から移植しています。この当時のネックジョイントは洋白洋銀製でその他にもアメセルとしては珍しくハイ F シャープキーがついていますがそのハイ F シャープキーハイ E キー G キーのシャフトも洋白洋銀製になっています。そしてアメセルの特徴であるバネ掛け位置の修正跡もここにあります。この修正跡は他の部分でも確認できます。フロント F キーや G キーには装飾があるデザインで古い楽器はこうした装飾が多々あり見ていても楽しめる楽器になっています。 G シャープキーは現行と同じ上側を通る設計で前キーは下側を通ります。アームレストはオリジナルのままです。初期のマーク6はハードラバー製だそうですがこちらはプラスチック製です。ここの部分にマーク6の刻印が入っていますが入っていない個体もあります。そして前期との変更点でサイドキーがピロボールになっています。車好きの方はご存知だと思いますがピロボールはダイレクト感に優れていますが修道部ですので定期的にメンテナンスをしておかないと金属がすぐにすり減り遊びが出てきてしまいます。はい、ここからは過去にアメセルやマーク6のことで質問を受けたことを軽くまとめてみました。僕が感じたことを僕なりの解釈で回答していきたいと思います。アメリカンセルマンは簡単に言いますとノックダウン方式で作られた楽器で本国フランスで製造されたパーツをアメリカで調整、組み立て、塗装などを施した楽器のことで通称アメセルと呼びフランスで製造されたパーツをフランスで組み込まれた楽器をフランスセルマン通称フラセルと呼んでいます。簡単に言えばフランス生まれのアメリカ育ちがアメセルでフランス生まれのフランス育ちがフラセルということになります。所有しているテナーサックスがちょうどアメセルとフラセルですのでテナーサックスの楽器紹介動画を作るときにアメセルとフラセルの見分け方の動画も作りたいと思います。マーク6は1954年から74年の20年間製造されています。音楽シーンもアコースティックだけでなくエレクトリック楽器が誕生したこともあり劇的に進化を遂げた時代でもあります。アメリカンセルマーは当時のアメリカで流行っている音楽に合わせてセッティングされていると言われそれゆえに同じマーク6でも年代によってキャラクターが違います。僕が思うにちょうど音楽シーンと楽器の製造時期が合わさったことが大きな影響を及ぼしていると思います。また楽器に着目しますと音楽もだんだん複雑になっていき操作性も求められてくるのですがもともとマーク6はパリ音楽院教授マルセル・ミュールが楽器開発に深く関わっておりクラシック奏者の意見が採用されたマーク6は操作性においてそれまでのものとは比較にならないぐらい進化をしており特にアルトサックスやテナーサックスはこのモデルで完成形を見たと言っても過言ではないと思います。ちなみに真相は分かりませんが僕が聞いた話ですとマーク6のネーミングはマルセル・ミュールの愛称マークと試作6本目が採用されたこともありマーク6になったと聞いております。
見ですが、アメセルプラセル問わず様々な年代のマーク6を吹いて思ったのが、相対的に14万番台のアルトサックスは現代に通用するパワー感と輸送感の軽さ、粘り気、ザラッとした音色といいますか、ジャリジャリ感といいますか、実際に吹くとあの手のイメージした音色に近いものを感じます。もちろん古い年代のマーク6でも14万番台の特徴を持ち合わせた楽器もありますし、その逆もあります。14万番台には他の年代にはない要素があり、それが人気が衰えない理由なのかなと思います。ただ今となってはマウスピースや楽器など日々研究開発されていることもあり、特に14万番台にこだわらなくてもいいのかなと思う部分もあります。実際僕もその観点から石森管楽器さんのニューヴィンテージ VL もメインとして使用しています。ニューヴィンテージについてはいろいろと話したいこともありますので、またこちらも動画を作っていきます。今回の質問コーナーはここまで。疑問に思ったことがあればコメント欄にお願いします。さて今度は右手のパートです。まずはサムフックです。こちらは年代的にはプラスチック製なのですが、ネックスクリューと同様13万番台から移植した純正流用です。外さないと見えませんが、アメセルの特徴として U 字管の接合部は息漏れ防止を狙ってハンダ付けされています。接合リングのデザインは縦縞の2本線で、前期は縄目模様になっています。またシリアル番号の上には特許番号が刻印されており、古い楽器には接合リングの方にも特許番号が刻印されています。前期型は U 字管が長くベルが短くなるのですが、中期以降は U 字管が短くベルが長くなっています。こちらのベルとの接合部にはマーク6と刻印されていますが、古いものにはここに刻印がないものがあります。また14万3000番台あたりから打刻に変わっています。で、この子をよく見てもらうとわかると思いますが、マークのスペルを若干間違えてしまったのか、ちょっと可愛くなってます。ちなみにご存知の方も多いかもしれませんが、マーク6横の R はアメセルだけに入っています。ベルにもシリアルナンバーが刻印されています。そうそう、アメセルといってもメイドインフランスです。ベルのロゴの部分は前期はエレコハートやロンドンなど地名が刻印されていますが、後期になるにつれシンプルになります。キーのエッジは丸みを帯びていますが、確か17万番台ぐらいから製造工場が変わり、現行と同じく四角くなっています。この楽器はところどころ純正流用していますが、キーのオープニングも含めてオリジナルのセッティングです。はい、今回演奏はしませんが、他の楽器との比較動画として作れればと思っていますので、お楽しみにしていてください。このチャンネルでは僕がアーティストのサポート、ライブツアーやレコーディングなどで経験をしたことをもとに、効率の良い練習方法やアドリブの作り方、楽器、マウスピース、リードなどのセッティング、商品紹介など個人的な備忘録も兼ねつつ情報をシェアし、時には視聴者さんのご質問にもお答えしつつ、皆様と一緒に育てていきたいなと思っているチャンネルです。今回の動画を見て他にも14万番台にはこんな特徴がありますよなど何かありましたらコメント欄の方に書いてくださればと思います。またご質問は僕がわかる範囲内でお答えしますので、お気軽にコメント欄や Twitter の方に書き込んでください。今後も楽器紹介動画や Q&A コーナーなどいろいろアップしていきますので、ぜひぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方もよろしくお願いいたします。最後までご覧くださりありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。